お殿様、猫にメロメロ、江戸の猫愛が現代より凄まじかった件。皆さん、こんにちは。最近お疲れではないですか？たまには難しい話をお休みして最高に平和な話をしましょう。今 SNS は可愛い猫の動画で溢れていますが、実は今から数百年も前の日本に私たち以上に猫を愛し、猫に振り回され、猫にデレデレだった最強の権力者たちがいたことをご存知でしょうか？今日は歴史の教科書には載らないお殿様たちの猫バカエピソードをご紹介します。見終わる頃にはきっとあなたの心もポカポカしているはずですよ。第1章、猫は貴族だった一条天皇の仰天エピソード。時は平安時代、猫愛の歴史を語る上で外せないのが一条天皇です。彼には女房のおもとというお気に入りの愛猫がいました。一条天皇はこの猫を愛しすぎるあまり、なんと猫に15池という異界を与えてしまったのです。これは地方の役人のトップクラスと同じくらいのランク、つまり猫が正式な貴族になっちゃったんです。お殿様、天皇より身分が低い家臣たちは猫が通るたびに「お疲れ様です」「女房様」と敬語を使い、ひざまずかなければならなかったなんて想像すると、なんだか笑みがこぼれてきませんか？第2章、将軍様もメロメロ、徳川綱吉の猫戸籍。続いては江戸時代、生類憐れみの例で有名な5代将軍徳川綱吉さんです。犬公方なんて呼ばれていますが、実は猫も大好きでした。この猫を見なかったか？いえ、存じません。綱吉さんは江戸城に住む猫たちのために、なんと猫の戸籍を作らせました。探す手伝いを。はい。毛の色、模様、特徴を細かく記録させ、もし行方不明になったら役人が血眼になって探したと言われています。あそこの三毛猫ちゃん、最近見かけないけど役所に届け出た？そんな会話が武士たちの間で真面目に交わされていたと思うと、当時の江戸は意外と動物に優しい平和な世界だったのかもしれませんね。第3章、会議より猫、猫が起きるまで待て。さらに時代が進むと、もっと筋金入りの猫バカなお殿様が登場します。幕末の老中、安倍正弘さん。彼は日本の未来を担う超多忙な政治家でしたが、ある日大事な会議の時間になりました。家臣たちが廊下で待機しています。しかしお殿様は一向に現れません。心配した家臣が様子を伺いに行くと、そこには膝の上ですやすや眠る猫を愛おしそうに見つめ、微動だにしないお殿様の姿が。猫が起きるまで会議は始められぬ。皆待たせておけ。国家の危機より猫の眠り、この優しさが激動の幕末を少しだけ和やかにしていたのかもしれません。第4章、招き猫の伝説。猫を大切にしたら。
最後はちょっといいお話。彦根藩のお殿様井伊直孝さんが鷹狩りの帰りにある小さなお寺の前を通りかかりました。すると門の前で一匹の猫が手招きをしているではありませんか。おや、珍しいとお殿様が猫に導かれて境内に入った。その直後、今までいた木の下にドーンと激しい雷が落ちたのです。猫のおかげで命拾いをしたお殿様はそのお寺をとても大切にしました。これが今も世界中で愛される招き猫の始まりと言われています。猫を大切にする心は幸運を招く。これこそが歴史が教えてくれる真実かもしれません。最終章、たまにはのんびり。いかがでしたか。こわもてのお殿様たちが猫一匹に右往左往する姿、今の私たちとちっとも変わりませんよね。歴史は戦いや事件だけではありません。そこには今と同じような愛おしい日常が確かにありました。もし今日あなたが少し疲れているなら、この後猫のようにのんびりと日向ぼっこでもしてみませんか。あなたの明日が猫の肉球のように柔らかく穏やかな一日になりますように。それではまた。